名古屋に1泊2日で行ったんだ。名古屋でカオスな鉄道といったら名鉄。展望席もあっていいよね。だけどここはやっぱり名古屋だった。地下は人であふれ返り、リニアモーターカーは大自然の中を走り、ひっそりとした街の地下にはちょっと変わった名鉄もいたし、どう見てもバスなものにも乗ったし、名鉄と書かれた船にも乗った。名鉄で離島にも行ったのさ。ほんと名古屋の鉄道ってわけわからん。まずは東京から新幹線に乗って愛知県に向かった。この動画は島ご覧の支援者の提供でお送りします。確か大型連休の東京駅、自動改札を通り抜けるだけでこの列。ホームはガラガラだね。ゴールデンウィークだろうがいつもの通り前日に切符を取った。指定席の S ワーク車両。今頃自由席は立ち角も出てるんだろうな。仕事をするための車両だろう。だから自由に通話や会話も OK なんだけど、まあ静かにしておいたよ。だけど宿には電話をしてみた。今は誰もいないってさ。ちょっと古い車両だからね。コンセントは窓際にしかなかった。仕事をする車両としてどうなんだ。通路側の人はかわいそうだと思ったけど、まあそんな大量に電力消費するパソコンを持ってる人なんかいないのか。すごいテーブルが傾いたよ。ご利用いただけます。ご予約されていないお客様はお座席の上の JR 西の予約サイトいいご予約で確認したところ、このこだま号は満席だった。朝食買うのを忘れていたんだ。だからこういう簡単なコーヒーとワッフルしかなかった。しかもこれ数ヶ月前に買ったやつだ。まあ味は落ちていない。問題ない。多摩川を渡り神奈川県へ。大雨が降ると有名になる武蔵小杉を通過。ここから160キロ、170と速度を上げていくんだよな。新幹線らしい速さを見せてくれる。早いよ。もう200キロ超えてんじゃない。あっという間に大田原だ。4分止まるんだって。ってことは2本抜かれるのかな。高速ののぞみや光に。頑張れば下に行って朝食を買う時間はあるけど、ちょっと今日は人が多いしやめておくか。いや全然そんな余裕はないんだけどさ。お茶を買うにとどめたよ。小田原熱海間って5分くらい ?6 分くらい。トンネルの合間に相模湾が見れる。眩しいね。対比線がない熱海駅に到着。すぐに出発しないとね。後ろののぞみに追いつかれちゃう。そういえば僕が数ヶ月動画を投稿できなかった理由、キーは先ほど僕が食べたワッフルさ。あのワッフル数ヶ月前に買ったんだ。僕がとある国家資格のテストを受けてる時に。はは、笑える広告だ。試験はめちゃくちゃ大変だった。覚えることが東海道本線の駅並みに多いし、技能テストも失敗が許されないから緊張で吐きそうだったよ。だからご飯はああいうワッフルしか食べれなかったんだ。三島を出るとこうやって謎の留置線が空に伸びていくんだよな。まるで宇宙船を射出するためのカタパルトのように。月まで伸びてたりしないか。富士山久しく見てないからね。いやそれにしてもこの S ワーク車両は快適だね。グリーン車よりいいんじゃない。試験は無事合格したよ。おかげで僕も天候やシステムに左右される仕事をすることになった。応援してくれた方ありがとう。陸海空宇宙どことは言わないけど、とりあえず港で働くことになったよ。週2日休みはちゃんとあるから動画投稿は継続するよ。だけど投稿頻度は月に1回になるかもしれないな。それにしてもいい富士山だ。雲一つないや。周辺にはね。間もなく新富士に到着。小玉号の旅ってのんびりだけど意外と早いんだ。ここら辺の魅力は富士山だけじゃない。たくさんの工場群が美しいんだ。黙々と煙を出し、何か巨大なものを作っている。大量の何かを生成している。そんな人々の活発な営みを富士山はいつも見守っている。台風でもあったかな。富士川こんなに茶色く濁って一体どうしたんだ。わお、すごいな。
土手にこんなたくさんの畑が氾濫することなんてほぼないのかな。さあもう降りなきゃ。数ヶ月ぶりの豊橋ニューデリーの空港みたいな道を歩き、飯田線のホームに到着。前回は飯田線に乗ったけど今回は名古屋の旅ですからね。赤い電車に乗んなきゃ。座席は満席。座りたかったのにな。これが名鉄線。もう関東とは違う雰囲気やな。京急も京成もこういう黒シートたくさんつけてくれよな。最近はまあここ数ヶ月の話だが、いろいろと厳しい仕事をしているもんだから、ガンダムを1話から見て心の安定化を図っているんだ。しんどいからね。何これ、食べたかったなちょっと。鉄やのに火の鳥か。神宮前駅、名古屋を目前に乗り換え、ヤバコーヒー。お昼ご飯を買ってとある電車の中で食べようと思ってね。あんなのが空港まで行くのすごいよくわからない。あれだけかと思ったんだけどね。2両編成の空港行きか。関東の空港ではまず見ない光景や。でも羽田空港はそのうち3両編成とか来るのかな。てか6両か。5社1はここってこと？これよ、これに乗りたかった。この光景は日本でここでしか見れない。こんな車両名古屋にしかないよ。ミューチケット400円を買って乗ったのはパノラマスーパー。バリアフリーには対応してないよな。運転席は1階にあるんだから階段で上に行かなきゃいけない。音がいいな。300円でこのレトロ感が味わえるのか。ボタンを押して貫通扉を開けるってのがいいな。車両自体は結構古いんだけど、座席がそこまで古さを感じさせないが、展望席の座席は一味違う。まずはパエリアを食べよう。この白い枕カバーがついてんのがいいよな。国鉄臭がすごいぜ。レモン大好き。酸っぱいご飯も大好き。おっと、阪急の重曹か、それとも京成の青とか、あるいは京急の蒲田か。それより立派かもしれんな、この駅は。名鉄大田川駅。乗車したのは名鉄講和線。右に行った路線はセントレア中部国際空港に続く。僕らは名鉄講和線。これから名鉄に乗って海に行くんだ。謎の島があるんだよ。線路結構綺麗だな。展望席に乗っているのはほとんど観光客っしょ。時速96キロ。ウキウキしたみんなの雰囲気がこの空間に充満している。次は東和口に停まります。いい揺れだ。カタンカタンって。ドアが開きます。ご注意ください。ドアが開きます。ご注意ください。ドアが開く予告がいいいいね。ね。運転手は下にいるんだ。その分のスペースが前方広く空いているもんだから、先頭に座ったからといって眺望がいいわけでもない。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございました。終点講和に到着します。なんで名古屋みたいなスロープがあるんだ。普通電車だけの旅もね、してみたいけど。お、かっこいいライトだな。終点の講和。京急三崎口みたいなことしてるぞ。この電車のデザインほんとかっこいいんだよな。見たことない形だよ。スペシャルティーコーヒーが気になるな。ツバメがいる。もうそういう時期か。だが間もなく7月。とっくに巣立っているか。ダイソーあるからなんか買うか。歩くこと7分。港があるらしいけど、奴らがいるよ。あそこには座礁してる船もいるけど、おー、なんか良さそうな。狼。ここから乗り換え、また名鉄に乗るよ。名鉄といってもただの名鉄じゃない。一応津波対策も万全ということで、名鉄グループらしいけどスイカとかは使えない。カッパとタコが有名なのか。こんな並ぶ？マジ？すごいな。名古屋から一番近い島。いや、そもそもここら辺に島ってあったのって思うけど、どうやら本当にあるらしい。それがこの講和駅から出る船に乗って行くんだ。その島々は愛知県の三河湾の中にある。一つ目が日間賀島、二つ目が篠島、
今回の目的地はここ。他にも小さな島がいっぱいあるね。愛知は島だらけということがよく分かった。名鉄ワオ。名鉄って船もやっていたの？知らなかったな。さあ40分の船旅や。チケットはデジタルで購入した。マーズみたいなもんだよね。かわいそうにあっちに乗り遅れた人がいるよ。アジみたいな波だな。意味わかる？鱗みたいってこと。とっても天気は良くて、風も気持ちいい。波も穏やか。小笠原諸島から帰る時のワンシーンみたいやけど、あんなところに高層マンションがあるけど、バブル遺産ってやつか、それとも今も満床なのか。ガラパゴスペンギンが住んでそうな岩だな。こんな感じで小さな島がちらほら見えるんだ。船も座礁に気をつかないといけないから大変だな。そういえば先週伊豆諸島の東島で大きな貨物船が座礁したよね。あれマジでどうなっちゃうんだろう。思い切り岩に乗り上げてるからな。ってことで僕らは一つ目の島日間賀島に接岸。揺れは全くなかったね。酔うことはありません。セントレアから離陸した飛行機か。すごいね。ドッグファイトでもしてるんか。風はまあまあ強いね。すごい混んでるなこの島。あ、みんな愛知県民なのか。日間賀島東港で歌い文句は名古屋からの一番近い島。名鉄に乗って3000くらい出すだけでここに行けるんだから楽しいリゾート地よな。バブルの崩壊で人が減ったとか言うけど十分大盛況じゃないか。僕もいつか泊まってみたいよ。次は日間賀島の東港に泊まる。結構民家もあるね。この船は1日10往復ぐらいしかしてないから島民は他の移動手段があるんだろうか。それともほとんど出ないのか。ああ、そういえば船はこれだけではなく一隻だけカーフェリーもあったはず。それで物資を輸送してるんだな。10分だって。日間賀島東港から篠島までは10分か。意外と遠いんだな。接岸と離岸、これがとってもスムーズで、こういったスムーズな光景は関東では見れない。広島が一番活発かな。日本の島じゃないみたい。何を養殖してるんだろう。牡蠣、海苔。やっと到着。なんかちょっとここだけ広電みたいだな。前は。篠島にようこそ。とっても小さい島。全長約2キロくらいしかなかったはず。横幅については一番狭いところで約200メートルしかない。名古屋城築城の石。名古屋城の石ってこの篠島で採石されたの。触っとくか。なんこれ取れたてなんかな。1000円。縄文時代からこの島は使われていたのか。いやー着いた。これがなんだっけ、篠島か篠島か分かんないけど、いや本当にいいところ。これが名古屋から、電車とバスでだいたい1時間半ぐらいですか。いやすごいね。東京とかにもこういうのあったらいいんだけど、久里浜の近くになんだっけ、なんか変な島があるけども、こんなにね栄えてないからね、ここは楽しいね。でもこんなに船が止まってて漁も盛んで、なんだろうな、三崎口に来たみたいだけど、
いい場所だな本当に。魚いる？ここはシラスも取れるみたいだ。うわー、めちゃくちゃ綺麗。絵になるような島だな。全部が美しい。船が桟橋代わりだ。まるで鉄道でも走ってたかのような道。郵便局もちゃんとあります。立派な建物だよね。いや、すごいな。坂道が多いな。なんかでも波の音がちょっとだけ聞こえてきた気がする。どうだろうか。木の音か。漁港も近いし、猫がたくさんいるんかと思ったら全然見当たらない。それどころか動物や鳥類の姿を全く見かけない。静かだな。なんて静かなんだ。わあ。絵に描いたような砂浜、青い海、青い空。まるでプライベートビーチだ。こんな静かな綺麗な砂浜があっていいんだろうか。すごい綺麗じゃん。想像以上の絶景だよ。こっから夕日見れたら幸せやろな。小さいクラゲがいた。かき混ぜてやらないと動けないんだから。水が信じられないくらい綺麗だ。さっきの港湾港とは比べ物にならないくらいだ。人口は2015年の時点で約1600人。意外とたくさんの人が住んでいる。篠島小中学校はあるんだけど高校はないみたい。いい雰囲気の民宿がたくさんあって、ここでゆっくりと過ごしたいな。おい、待て。どこ行く？待つんだ君。案内してくれるらしい。仕方ないからついていこう。彼が行く先に何かがあるはずや。いやでもあっちにビールがあるんだよな。飲みたいけど今我慢ってことで。何をやってるのさっきから。じゃあね。なんか南国感がすごいな。もうなんか気分は南鳥島とか沖縄に来た気分だよね。はやぶさ2か。帰りも寒いんじゃない？ちょっとこれはやぶさ、さっき乗ってきたのあっちかな。ちょっと小さい気がするんだが。湾内に2隻入っちゃいけないっていう謎の決まりでもあるんかな。いつも僕を応援してくれてありがとうございます。僕は今ありえないくらい忙しい環境で仕事をしている。皆さんが支えてくれなければ僕は新しい仕事に出会えなかった。本当にありがとうございました。この恩はいつかお返しします。本当にありがとう。また日間賀島に戻ってきたけど帰りの船を待つ人がすごいな。もちろん全員乗れない。こんなに人気あるならでっかいカーフェリーを用意した方がいいんじゃないと思うけど、こっちの方が速度が速いんだよな。高速船というのは伊達じゃない。水しぶきがすごいぜ。水しぶきもね、上まで上がってこない。風が強すぎて。これが名鉄の力。恐ろしく非日常。あんなの当たったら痛いだろう。鉄道会社が堂々と船をやってるなんて国鉄時代に全部終わったかと思っていたが、2026年現在愛知県の名鉄グループは元気に島から島へ人をたくさん運んでいた。港湾
港に戻ってきて名古屋に向かおう。じゃあね、ポッポちゃん。なぜ逃げない？あ、逃げた。ビールと唐揚げを買ったから、もう最高でしょ、この組み合わせ。帰りはどれぐらい混んでるかな？今のところちょっ誰もいないね。先頭に座ったわけだが、あの女下の方が見えない。まあそんなことよりおやつを食べよう。唐揚げとヤンニョムチキン、それとビール。もう最高だろう。最近第3のビールがビール化したっていう話、なんかあれ納得いかないんだよな。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車。この車両ヘッドレストがなんか変わったんだよな。タクシーの座席みたいだよね。リクライニングはこれが限界。マジこの下に運転席がある。あそこに布団敷いて寝たらおもろいだろうな。いい眺めに違いない。でもそんなことをしたら僕の首が飛ぶな。車内のデザインは意外と多くのところで曲線が使われている。おしゃれだよね。最近の電車はコストカットのために四角ばっかりだから、こんなおしゃれに予算を避ける会社は少ないのさ。パノラマスーパーの先頭に乗って思うことは、空を観察しやすいってことか。あとはこのガーセンだね。ドクターイエローやイーストアイに乗って仕事をしてる気分になる。ご乗車ありがとうございます。次は終点名古屋です。金山を越えたのか。右が東海道線、左が中央線だけ。なぜか JR に挟まれて名古屋を目指す。名古屋に近づくにつれ車内は混んできたよ。ここら辺から線路が増えるから見てて楽しいよな。名鉄は複々線なの？どういうこと？新幹線だ。東京から来たんだね。東海道線に追い抜かれる。もうここら辺は線路が何本あるんだ。いつの間にか中央線と線路の位置が変わっていたし、線路ギリギリまでそびえ立つ謎の立体駐車場。その他ビル群が迫力満点だ。そうそう、このスロープのことね。僕がさっき勾配駅で言っていたのはなんかそっくりなんだよ。すごいな、道路が線路まではみ出てるよ。名鉄のビルで名鉄の土地だから何も問題がないってことかな。ちょっとここら辺の雰囲気がな、長岡駅っぽいよね。新幹線高架橋の下を走る在来線って感じね。ほんで名鉄は名古屋に到着。地下駅だ。この椅子が硬すぎるのが衝撃で、なんか柔らかそうな見た目してんのになんでこんな痛いんだ。こんな大都会で登壇式のホームでもないのに、この電車は名古屋止まりとして回送電車になって出発していったよ。一体どこに行くんです？まだ残ってるんだね。これで新聞とかを下ろしていたんでしょ？次々と電車が来ているよ。線路は3本しかないんだっけ？いや、まさか2本じゃないだろうわけがな。わからん。2本の線路で4つの乗り場。種別や行き先に乗ってドアを開ける方向が違うのかな。ちょっとここ気になる。行ってみたい。とりあえず地上に出てみよう。このまま近鉄に乗ってもよかったんだけど、近鉄に手出したらもう終わんなそうじゃん。今日は他に行くところもあるから、近鉄はあえてノータッチで行こう。名鉄の百貨店は閉店した。なぜなら新しい名鉄のビルを建てるために。しかし建設資材高騰などにより開業は未定となった。これが噂のなんとか人形ってやつ。こんな近くにあったのか。もうちょい遠いあっちの方の商店街かと思ったら、何なんですかこれは一体。ナナちゃん人形ね、忘れてた。50年間活躍したが今後どうなることやら。いや、とにかく大都会なんだよな、名古屋って。初めてこっちの方を歩いた気がする。もっと京急蒲田に来たかもしれない。すごい怖いですね、ここ。何のビルかと思ったら JR 東海じゃん。なんか大抵警察署ってこんな大都会の駅の横にはないんだけど、
近いな、めちゃくちゃ。こんな中華料理屋が人気なんや。名古屋の代表的なソウルフードらしいけど、初めて見たな。お土産として売られるほど人気な店らしい。そうやな、仙台で言ったら松坂牛も有名やもんな。違う、仙台じゃない、名古屋な。いつも言ってるあの地下街、どっから行けばいいんだって感じよね。またなんか登ることになってるけど、どういうことやねん。これがゴールデンウィークの名古屋か。やばすぎ。東京より混んでるんちゃう。これよ、俺の来たかったエースかってのは。広いね。ありましたよ、ラーメンチェーン店が。スガキ屋。いや、困りましたね。急遽撮影が終わらないということで、もう旅館をね、必死に探してるところや。ない。ダメでした、ゴールデンウィーク終わりや。もうおかしいよね、これ。どうやって食べるっていうの？疲れたんで、この駅近のフラワーホテルに泊まります。どれだけ駅近っていうと、これ、ホームね。新幹線の。これやね。豪華やね。はい、もう十分ですね、こちら。はあ。なんか見た目すごい古いホテルだったけど、まさかこんなに綺麗だとはね。まあ仕事がちょっと忙しいのでしばらく旅行も行けないので、まあ仕方なくということですね。2階だけどすごく綺麗だ。まあ今日はもう日焼けもしてて、なんかこの鍵、このボタン中国のホテルで見たな。んで風呂トイレはこんな感じか。なるほどね。知らないメーカーだな。ジャニーズ初めて見る。もう寝ましょう。もう朝のホテルのフロントの雰囲気ってちょっと特別感あって好きなんだ。泊まらないと味わえないからか。ここはもういっつもなんかタクシーの渋滞がひどいわな。とりあえず近く送って朝食食べよう。まず喫茶営業って書いてあるのがね、いいよね。めっちゃ並んでる。小分けになってるわけよ。食べれるかな。なんかよう分からへんねんけど、これ飲み物プラス食べ物の料金が0円っていうのがこの朝食のメニューらしい。なるほどね。まあ大体600円くらいの飲み物頼んだら無料と。ポンペイント。うまい。サンドイッチ全部食べちゃったけどね。名古屋に来たんだから近鉄にも乗りたいところだけど、まあ今日はね名鉄でってことで、近鉄はねもうすぐ三重行っちゃうからね。僕は本当に大きなビルが建ってるわ。栄町になんか謎のねタワーがあるみたいなんでね、中部電力のそれを見に行こうかね。遠山線なのか東山線なのかまだよく分かってないけど、東山線でいいのか遠山線ばっか思ってたわ。ちょっと分かれてるのが仙台っぽいな。前回はっきり取れなかったけどね、丸ノ内線の東京駅みたいだよ。栄藤ヶ丘方面ってこれでいいのかな。ありえない混雑だよこれ。すごいな。平日と変わらんのんちゃう。やばいな、改めて見ると。終わってるわこの混雑。藤ヶ丘行きもまもなくの発車です。やばい。何なんだよこれは。ここ行かなきゃいけないってこと？名古屋市営地下鉄東山線に乗って一駅、名鉄百貨店が役目を終え、名駅から消えた人々はどこへと向かったのか。メーテレニュースのインタビューに答えていた人々は栄の方がまだ賑やかだという。そこは一体どんなところなのか。東京でいうところの新橋と銀座みたいな関係だろうか。これだけ近い距離、全く別の雰囲気の街が広がっていた。街を分断するように広い公園と広い道路があり、中央には鉄塔が立っていた。これが名古屋ね。名古屋テレビ塔、高さ180メートル。2021年に命名権が売却されたらしく、今は中部電力の未来タワーとなってるらしい。名古屋のいいところは車の優先社会だけど、歩行者用の信号も長いってところよね。めちゃくちゃ快適やわ。地上はこんなに綺麗で簡素な駅なのに、地下は人でごった返してんだからすげえよな。一体誰が何のために作ったかよくわからないこの謎アート。
まるで陸上競技ができそうだ。持ち込み禁止っておもろいな。これを上から垂れ流す人がおるんだ。もともと NHK の放送会館があったらしい。ここはオアシス21水の宇宙船。フォトスポットにふさわしい映像がたくさん撮れたよ。高さは18メートル。地下には駅と商業施設、バスターミナルもあるのか。ほら、遠くに観覧車が見える。なんか東京タワーと見比べるとやっぱ上が作りかけなのかなみたいな、途中で止まってるように見えなくもないけど、高さはだいたい200メートルもないのかなって感じ。どう思う？名鉄瀬戸線ってのに乗りたいけどこっちじゃないのか。ああ、これか。なるほど。東南アジア感が半端ないな。なんか匂いがいいな。長野電鉄みたいな匂いがする。しかも新車だ。名鉄瀬戸線。ここで行き止まり？名駅には行かないのか。なんか京成っぽい。とっても新型車両。トンネル内のライトが縦に設置されてんのが面白い。元は地下鉄と相互乗り入れの検討があったらしいけど、意地の張り合いか収益の問題か、名駅まで乗り入れることはなくなった。子供の頃から瀬戸物と言ったら意味もなくお茶碗や食器を思い浮かべていた。だって周りがそう言うから。瀬戸物とは何か。それはこの名鉄瀬戸線が大量に運んでいたものらしい。昔この路線は貨物船だったと聞いてびっくり。瀬戸市と大曽根を忙しく往復し、運んでいたものは陶磁器だという。その陶磁器の製造が盛んだったのが瀬戸市。だから瀬戸物って言うんだね。知らなかったよ。ちょっと待って、俺何も考えず大曽根ってところで降りたんだけど、まさかこれがある場所だとは思わなかった。なるほどね。いい雰囲気や。なんて平和なんだ。このね、ゆとりトライン気になったんだよな。もう見るからに新交通システムとかだけど、これがバスっていうか鉄道なのか。なんかいいね、この雰囲気。ご立派。なんかおどろおどろしいな。あ、一応 IC カード使えるのか。まあバスみたいなもんだから普通に乗るときにタッチするだけで。不思議だ。結構ガイドには余裕があるんだな。もっとぴっちり運転してるのかと思った。なんでこんなものを作ったんだ本当に。あれがガイドね。あの部品の調達が難しいらしくて、普通のバスになろうか迷ってるらしい。ここは終点なわけだけど、バスはあっちに行ってガイドのないところに出て U ターンすると。これが鉄道ってんだから意味わかんないね。見た？ガイドレールないところでは勝手にあれが消えたよ。手前が JR？ 奥が名鉄？点検するんだね。なるほどね。配列は1プラス1。立ち客が多いのかな。音も雰囲気も普通のバスだよな。違うのは外の景色だけ。おお、すれ違った。結構余裕あるな。これがね、2両編成とか3両編成とか、それくらいつないで名駅まで行けたらいいんだけど、最近名古屋で連接バス走らせたでしょ。あれがこっちまで来ればいいのにな。だけど収益性の確保から難しいのかな。一体どうしてこんなものを作ろうと思ったんだ。みるみる加速していく。気持ちがいいね。前方に車なんかいないから好きなだけアクセルを踏み放題。いい風だ。ご乗車ありがとうございます。この車は白見交通広場駅、小樽口まで各駅停車してまいります。このバス意外と長距離走るんだよな。時間の都合上次で降りるよ。
普通の道路も走るんだけど見たかったな。行ってしまわれた。なんか乗り心地は普通だったな。すごい何もない。でもトイレがある。なんでや。なんか全体的におしゃれなんだよな。モデルルームをずっと歩いてるみたいだ。押した感じのしないボタンがさ、なんかねいいよね。アルマドってのもねなんか洒落てんだよな。なんでだよ。うわー、なんじゃこの簡素な駅は。もうなんでこんなかっこいいんだ。環状線なのか。なんとなく埼玉高速鉄道っぽいんだよな。あんな古くてもホームドアがついてんのがねおもろいよね。砂田橋から乗車したのは市営地下鉄名城線。おー、いい音だ。次は茶屋ヶ坂。一応ワンマンなのか知らんかった。立ち止まって利用ってのが促進されてるっぽいな。この硬い椅子。東山線に乗り換えた。今更だけど第三機場なんだ。頑張れば京阪な線とつながれるかな。車両の種類が多くてよくわからないな。未だに新車に乗ったことがない。ってことで八草駅、八草なのか八草なのかよくわからんけど、高島平みたいな感じよな。何を求めてるんだろう彼らは。よくわからない。忙しいんで有名人にします。いつ見ても深いなここが。静かだね。名古屋名物リーニモに乗ろお待たせいたしました。リニモをご利用くださいましてありがとうございます。この電車は八草行きです。次は花水木通りへと離れています。お客様のご協力をお願いします。次は入ヶ池公園です。お客様にお願いします。う。リニモという名前の通り、これはリニアモーターカー。 JR 東海のリニアモーターカーとは違う。あっちは超電導、金属を冷却して浮かせる仕組み。こっちはただの電磁石、特に冷却機能はない。このような形のリニアモーターカーは日本でここだけ。他は韓国と中国か。どちらも空港アクセス線だ。僕は中国のにしか乗ったことがない。あっちは最高速度320キロ出すからな。この車両もその気になれば300キロや500キロ出るんじゃないか。でもカーブが多いから、そんなことやったら山に突っ込んじゃうな。現在 JR 東海が作ってるリニアモーターカーもほとんどが山だからな。トンネルの中で何も見えないと思う。こういう景色のところを時速500キロとかで走ってみたいな。なおかつ全面展望があると助かるね。一体どんな景色が広がるんやら。そういえば当然のようにこれは無人運転だね。運転手はいないけどコックピットスペースがある。僕ら立ち入れない。人や車が絶対線路内に進入しないということから全面がガラス張りなんだろうか。おしゃれで近未来的だ。すごい傾斜角、ジェットコースターみたい。そりゃ新幹線とかに比べたら遅いけどスリルはあるよ。結構速さ感じる。揺れも少ないし音もほぼない。静かに高速移動している。森の匂いがすごいぜ。いや、それにしても変わった台車よな。すごいよこれ本当に。車両の下が精密機器でぎっしり。メカ好きにはたまらんな。浮いているのか。誰もいないからね。こんな閑古鳥が鳴いてるよ。おお、動いた。すげえ。バイクがうるせえ。おお、浮いているのか。意外と速いな。なるほどね。パンタグラフは2本4本か。反対側にもあるから給電装置は合計8本か。すごいよこの台車。かっこよすぎね。
日仕事なんだよね。帰りたくないな。八草駅。ちょっと雨が降るだけでこんなに寒くなるとはね。寒いなぁ。冬に逆戻りだよマジで。2両編成だから乗車位置はここでいいのかダメなのかようわからん。 JR 東海みたいな顔してるけど違うんだよな。愛知環状鉄道っていう会社かといって環状してるわけでもない。高蔵寺駅で乗り換え。締めはね中央線の区間快速で。高蔵寺ってこういう雰囲気なのか。なんか中津川みたいな雰囲気あるよね。後ろに山があって黒シートだといいな。このロングシートタイプはきついな。いい音やな。どうだ、古いのか新しいのか。新しいね。まあええか、空いてればいいかな。たまに後ろにね古いのついてるけどどうだろう。なんでこんな混んでるん。困るね。普通に困るね。中央線って混雑路線なのか。まあそりゃそうか、中央線だもんな。しかし静かだこの車両。広告はないけど案内板が分かりやすくていいね。次は春日井です。アナウンスはボイスロイド的なやつなのかな。たまにイントネーションがおかしいよね。この2日間何度も通過してるような E1 東名高速道路。車内は登山客かなハイキングかな、元気そうなお年寄りの方がたくさん乗っている。やっと名古屋戻ってきた。もうほんとなんか人疲れたな。普通に楽しいからいいけどね。ああ、青波線に乗るの忘れたな。あれ乗っちゃうとね結構遠いところ行っちゃうから、また次回ということで。貨物線を利用したね根岸線みたいな感じの鉄道よね。おー、引退が近づいている特急7なの。早く乗んなきゃね。このごちゃごちゃした感じがいいな。自由席券だけ買うか。もう乗り換えちゃおう。さよなら名古屋。またね来ると思うけど。乗車券は東京まで高蔵寺から買っちゃったんだよな。もうね現実に戻りたくない。仕事に行きたくない。あれ何の扇風機や。ようわからんな。そんなねいろんな社会人の現実をたくさん運んでる東海道新幹線だが、希望の光やな。これに乗って帰ろう。なんだろう。お新しいやつやん。やったね。信じられる？明日5時起きやで。もうほんとねしんどい。いやこれめちゃくちゃ倒れるからね見てほしいんだよね。やばい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 だろこれ。もう寝台特急並みだよ。ありえない。会社に休憩室があるんだけどさ、いくつも休憩室があるんだけど、この座席設置してほしいね。すごく硬いアイスいただきます。いただきます。ご乗車の列車は名古屋行き15時38分発こだま。もちろんこだまで帰るよ。何どういうこと？東海道新幹線って複々線だったんだ。知らなかったわ。違う、さすがにないわ。違いますね。青波線乗るの忘れたな。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号東京行きです。終点東京までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。
180秒ほど三河半城到着。これが連絡通路らしいんだけどね、あっちは快速が止まんないんだよね、東海道本線なのに。早速のぞみや光に抜かれる2本も。このモニターめちゃくちゃでかいよな。三河半城降りたことないんだよな。なんか周りに美人峰しかないイメージ。それと住宅街。それを過ぎるともう郊外か。いや郊外どころではないな。車内の乗車率はだいたい7割くらい。窓際は全部埋まってるよ。小玉だから自由席はいっぱいある。一応これゴールデンウィークなんだけどね。しかも最終日近かったかな、覚えてないや。まあとにかくこれからたくさん乗ってくるわけだが、立ち客は出るかな。そういったことをちょっとだけハラハラしながら乗っている。まあ僕は座っているから心配の必要はないんだけど、なんか嫌なトラブルに巻き込まれないかなっていう若干の心配はある。豊橋でいっぱい乗ってきそうだな。次の豊橋ではおよそ4分停車いたします。発車は16時9分です。たまに思うんだよね、名鉄が東京まで来てくれたら。頑張って小田原あたりまで来てくれたらね、小田急と直通できるのに。やっぱ東海道線の横に並行して施設は必要やな。人は乗ってくるかな、どうかね。ああいう名鉄からでしか味わえない栄養素ってあると思うの。ちょっとレトロな車内がいいんだよ。人は乗ってこないね。せいぜい1車両に6人くらいか。みんなのぞみとか光に乗っちゃうんだから。ちょっと絵を描いてみたよ。新幹線の絵 N700S かな。うろ覚えで描いているんだけど、どうまいかな。浜名湖まともに観光したことないや。船とかあったら渡ってみたいな。うなぎはね、もうあんま興味ないかな。僕は食べ物より景色の方が好きかな。どうこの N700A。 これはどこだっけ、浜松か。遠州鉄道が見えたよ。乗ったことないんだよな。半年くらい前に乗ろうと思ったんだけどね。今度こそ乗ってみたい。いい語形も書いてみた。どうかな、このノズルの長さ。15メートルあるって言われてるけど、こんぐらいだっけ。浜松からも乗客は、いやこれもう出発してるからようわからんわ。確かもうここら辺でね、満席になった気がする。後ろの1号車か。そっちの方は座席がまだ空いてると信じて、お客さんが次々と流れていったんだ。それを見ながら僕は酒を飲むと。いやー優越感ね。こんなんで浸っていいのかって感じだけど、グリーン車乗って浸るべきよな。まあそういった小さな幸せを見出すことでしか仕事のストレスを解消できなくなっていた。反対側から来るな。まもなく掛川です。お出口は左側です。東海道線と天竜浜田線はお乗り換えです。掛川を出ますと、次は静岡に停まります。12号車よりも後ろの号車からホームに降り立っています。静岡県に入ると茶畑が増える。新幹線のイメージといったら、僕は上越とか東北とかずっと高架線を高速で突っ走る、そういうのが新幹線だって思うけど、日本で最初の新幹線はこの東海道新幹線だよね。東海道新幹線は高架が少ないからずっと地に足ついて低い場所を高速で走っている。だから僕の中では新幹線というより高速鉄道っていうイメージなんだよな。だから沿線の茶畑からでも通過する東海道新幹線の車両を観察しやすい。見ていてとても楽しい。つまり何が言いたいかっていうと、東海道新幹線は地域や風景に溶け込み親しみやすくて楽しい。車内に忘れ物をなさいますと、お客様のお手元に戻るまでにお時間を要する場合がございます。ここで忘れ物したらね、東京まで行っちゃうからな。コーヒー買ってこようかな。そうかもね、楽しいんだよね、本当に。静岡って在来線も意外と高架駅なんだよな。しかも新幹線と同じ高さ。
静岡からはそれなりに乗ってくるね。みんな満席だわとか言いながら後ろの車両に流れてゆく。新幹線から見る東海道線の車両は短い車両ばっか。中央本線の方が長いんだよね。東海道線は短くて2両3両、長くて6両か。中央線は8両10両編成ってあったっけ。とにかくあっちの方が混んでるけど、まあこっちは重力編成の弾丸鉄道が走ってるから、それはとても誇らしいことやな。僕らは過去の恩恵にすがっている。未来の鉄道を作っている人の姿は目に見えないや。一度でいいからリニアの建設現場見に行きたいな。快適快適。お待たせをいたしました。次の停車駅は新富士です。富士山見えるかな。曇ってっから見えねえなこれ。アイスの自販機しかないのか。ちょっとねコーヒー飲みたくなっちゃったんだよね。これド冷えもんでしょ。コーヒーないのか。下まで行って買ってこようかな。あと2分で。 N700S デッキすごい綺麗。洗面台も新しいんだけどさ、風呂はないんだよね。 JR 東にはあるんだけどね。やっぱ東海道の出張サラリーマンたちはハンカチで手を拭けってことかな。ハンカチを持ってこそ一流のサラリーマンってこと。ぐーっと引っ張られる感じがさ。コロニーっぽいなって思うんだ。この新富士あたりを走っていると、あんな緩やかな傾斜のところに人がたくさん住んでいるよ。空高くまで大地が広がってるように見えるじゃないか。反対側のホームに名古屋行きのこだまが止まる。もう三島だし、次小田原でしょ。熱海か。熱海、小田原、新横浜、品川、東京。早いわもう。この電話もなんか貴重よな。このオウムくんは何なんだろう。もしかしたらインコかもしれないけどね。後続の新幹線がちょっと遅れてたな。まあいいでしょう。カントがすごい。たまにこういうところで非常停止していると 1,2 時間当然斜めな状態になるわけで、しんどいのかしんどくないのか、それを体験してみたい。まあ何もない方がいいんだけどね。カーテンってこんな感じだっけ。もうちょっと硬い布かなって思ったんだけど、結構ペラペラやね。こんな布やっけ。まあどうでもいいんだけどね。カーテン閉めることないし。でもね、カーテン閉める人の気持ちもね、わかるんだよね。疲れてる時はね、暗い電車に乗りたい。だって仕事しんどいもん。ほら、車内の雰囲気も変わってきたよ。みんな東京に戻りたくないと言っている。帰りたくないと言っているよ。だけど時間の流れは止まらないんだ。小田原で 100% になったよ、乗車率がね。まあ小田原から座れるわけないよね。平日でまあまあ座れるくらいだもんな。間もなく日が沈もうとしている関東平野に入ってしまったね。
前高輪ゲートウェイに遊びに行ったんだけど、謎の人に話しかけられたんだよね。高輪に住んでるっていうから、ここら辺の車両基地の昔の話が聞けると思ったんだけど、最終的には宗教勧誘だったよ。騙されたな。時間を返してほしいよね。まあいいさ。その後はあの謎の乗り物に乗って数時間楽しんだから。ああ、サンライズよ。待っているよ。また乗るよ。というわけで、いつも僕の動画を見てくれてどうもありがとうございます。動画投稿をね、やめることはないからご安心を。何度も言いますが、皆さんの応援がなければ僕は国家資格を取ることができなかった。本当にありがとうございます。今後とも刺激的な、実際に行きたいと思える旅動画を投稿します。なんかこの顔をしたらガンダムっていなかったっけな。ガンダムじゃない、モビルスーツね。ジオン軍の。それではまた次回の動画でお会いしましょう。